こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は皆さんが飼っているボールパイソンが餌を食べなくなってしまった時、あるいはこれからボールパイソンをお迎えしようとしていろんなものを調べていく時に、ボールパイソンって餌を食べなくなる時がある、拒食をする時があるとなった時に、ボールパイソンに餌を食べる手伝いをしてあげる方法をご紹介したいと思います。今日はですね、アシストと言われる方法です。大人のボールパイソンだと1年とか1年半食べなくても生きてはいけるので、そんなに焦らなくていいんですけど、小さいボールパイソンだと食べないと体がどんどん痩せていってしまうということがあるので、この子はまだそんなに痩せてどうしようもないってほどじゃないんですけど、例えば背中のこの背骨がもうすごく尖るような痩せ方をしているとか、もともとのサイズから痩せていったことで横に皮が余るっていう風になったら、少し気をつけてあげるといいかなと思います。基本的にはアシストじゃなくて自分で食べるように、温度とか湿度とか明るさとかを工夫してあげるのが一番いいんですけれども、どうしてもアシストしてあげないと食べないという子の場合、このまま痩せていったらちょっと健康を崩してしまうかもしれない、体調を崩してしまうかもしれないという場合にアシストする、手伝ってあげる時の方法です。左手に片手にボールパイソンを持ちます。で、顎をですね、顎の皮を引っ張ってあげる。こっちの人差し指で固定して顎の皮を親指で引っ張ってあげると、ちょっとクイッと開きます。クイッと開きますね。で、マウスの鼻を使ってそれをクーッと開けてあげる。そうすると開きますね。で、ちょっと喉まで入れて、でボールパイソンは歯が内側に生えているので、内側に向かって生えているので、こうやって入れた上でちょっと出すと引っかかるわけですね、餌が。でこの状態で離してあげる。そうすると食べますね。ボールパイソンのこの口がありますね。歯がこうやって内側に向かって生えているので、餌を入れて少し引くと歯が返しになって引っかかるわけですね。こうすると抜けにくくなるので、ゆっくり置いてあげるとくるっと巻いたりとか、あるいはゆっくり飲んでいってくれたりします。これは結構簡単な方ですね。引っ掛けてあげるんだけど、どうしても嫌がって離してしまうとか、そういうこともあるので、そういう場合はボールパイソンが疲れていない、生体が疲れていないかとかを見ながら何回かチャレンジしてあげるといいと思います。本当に危険な時、ボールパイソンで自分で食べないで餓死をして、しまうということもあるので、そういう時は今回のアシストってお手伝いじゃなくて強制と呼ばれる、もう無理に飲み込ませるという方法もあって、それはまた別でご紹介しますけど、手順としては同じで、奥に入れて引っ掛けるんじゃなくて、もうピンセットとかを使ってどんどん奥に入れていくわけですね。でそれは本当に危険な時にやっていくものなので、普段はしない方が良い。ボールパイソンにストレスになってしまうので、こうやって自分でちょっと手伝ってあげれば食べてくれるような子に実演するものではないので、なんか矯正が必要な子が出てきたらまたその動画を撮りたいなと思いますけれども、例えば生まれたばっかりのボールパイソンとか、ちっちゃいボールパイソンっていうのは最初食べるのがあまり上手じゃなかったりとか、そういう気になってない、慣れてないということもあって、アシストが必要だっていうこともそんなに珍しいことではありませんので、動画とかを参考に、全然食べないな、痩せていっちゃったなっていう時はちょっと入れてクッと引いてあげて離してあげると食べていくようになるってことを覚えておいていただくといいかなと思います。で、ボールパイソンって普通はですね、このボールパイソンのボディの一番太い幅と同じ幅のネズミ、マウス、ラットっていうのをあげるというのが一般的なんですけど、アシストをしてあげるとき、しばらく食べていない子に餌をあげるときにはサイズを少し小さくしてあげるといいです。なんでかっていうと、しばらく食べてない状態というのはお腹の中もお休みモードになっていることがあるので、あんまり大きいので消化に負担をかけるよりは小さいものを使う。普段食べてたものよりも小さいものを使う。で、特にですね、毛とか爪とか歯とかって消化すごいしにくいんですね。
ボールパイソンを飼ってる方で糞に毛玉が入ってたりとか毛が消化しないでまとまって出てきたっていうのを見たことがある方もいるんじゃないかなと思いますけれども、消化に一番いいのは体に毛のないピンクマウスピンクラットって言われるものなので、小さめのボールでアシストしてあげるとか矯正をしてあげるっていう風な時はボディと同じものも、食べれば食べられるとしてもぐっと小さくして、よっぽど大きくなければピンクぐらいにしてあげると消化に良いかなと思います。食べきるまでは喋ろうと思って頑張って喋っていますが、飲んだかな。偉いね。そう、今日はボールパイソンが餌を食べなくなっちゃった時のお手伝いの方法をご紹介しました。こういういろんなテクニックがあるので、ボールパイソンを飼いたいけど拒食になったら怖いなと思っている方も、ボールパイソンと一緒にお手伝いをしながらリズムを合わせながら、生きていくことができますので、ぜひ今回も考えてみてください。で、自分のボールパイソンが食べなくなっちゃったっていう時はこういう方法でアシストできるよっていうことも覚えておいていただければと思います。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。